皆さんこんにちは。今日は私が足痩せをしてきて大事だなと思った3つのことを挙げていきたいと思います。それではスタート。はい、1つ目は歩くなんですけれども、これは単純に座ってる状態をどれだけなくすかということですね。まず座っていると筋肉が動かない状態で脂肪はもちろん燃焼しないし、血液の循環が悪くなるのでやっぱりむくみやすくなるということですね。なるべく歩く、ちょっとでいいから一日の間に少しの時間の積み重ねで歩いていけると、足ってやっぱりむくみがなくなったり筋肉がついて脂肪が燃焼することによってすごく細くなっていくと思います。もちろん仕事でずっと座ってなきゃいけない、パソコンやらなきゃいけないっていう方はしょうがないかもしれないけれども、その自分のできる範囲の中で少しずつでいいので、ちょっとコンビニ行く時には車じゃなくて自転車もしくは歩いていくとか、ちょっとでいいから一日の間で歩く時間をポン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 って増やしていけると全然違うと思います。2番目は筋トレですね。皆さん頑張って筋トレされている方もいらっしゃると思うんですけれども、筋トレはお尻を中心に私はやると足が細くなりやすいなって感じています。やっぱり足の筋肉ってすごく大きいし燃焼するし、このお尻を鍛えることでお尻が上がる。私の場合はお尻の脂肪とかが垂れちゃって足の隙間がなかったりとか太ももの隙間がなかったりとかしてたので、やっぱりお尻をギュッと鍛えることによって、もちろんその時に内股とかも鍛えられるし、後ろのハムストリングなんかも鍛えられて足の形が綺麗になると思います。なのでもし筋トレやるなら優先順位は私はお尻をやるっていうふうに決めています。お尻のトレーニングはとても足痩せにとって重要だと思います。はい、3つ目ですが、3つ目は食事のことですね。三大栄養素で炭水化物、脂質、タンパク質ってあるんですけれども、私の場合脂質を気にするだけですごくこれは足痩せだけじゃなくてダイエットにすごく影響しました。今まで何も考えずに食べてた時の脂質の量って私の場合はすごくて、で脂質って後で知ったことなんですけれども、やっぱり炭水化物とかタンパク質よりもカロリーが多くなってます。その分全体的なカロリーも上がってたのかなと思います。で脂質を見直してから結構ダイエットは簡単にいくようになりました。私の妹も最近ちょっとそんな話をしてて、脂質に気をつけるようになったら結構スルスルって体重も落ちたり、なんかすっきりしてきたんだっていう話をしてたので、自分の脂質を見直すということはとても大事だと思います。美味しいものってやっぱりね、揚げ物だったりとかそういうものって脂質が高かったりするので、ちょっと一度見直してみて脂質の摂りすぎになってないかっていうことを気をつけてもらったら、足痩せにはだいぶ影響してくるんじゃないかと思います。で脂質って野菜とか果物じゃない限りは裏面を見るとちゃんと何が何グラム入ってるっていう風に書いてあるので、それを見る癖をつけて脂質の高いもの、私はだいたい10を超えるものっていうのは、その一つのものに対して10を超えるものっていうのはちょっと避けるようにしています。だいたい10以下ぐらいで選んで外で食べる時なんかもなるべくそのように気をつけるようにはしています。でそういう見る癖をつけていくと、もう単純にこういうものは高いんだな、こういうものは脂質が低いんだなっていうことが分かるようになってくるので、それが分かるようになってくるぐらいになるとだんだん体に染みついてくるので、自分でこの食材っていう風に自然に取り入れられるようになっていけると思います。
はい、もう一つおまけなんですけれども、私は塩分も少し気をつけています。やっぱり日本の食事って醤油を使ったりとか、塩分の高いもの、例えば納豆にしてもすごくタレがしょっぱいし、キムチにしてもすごく塩分が高かったりとか、やっぱりめんつゆを使ったりとか、そういうもので結構塩分を毎日とってます。その時に体がすごくむくんでパンパンな感じになるっていうのが私の場合はあるので、なるべく塩分は減塩のもの、もしくは減塩して食べてます。例えば味噌汁のお味噌を溶く時もガバっていっぱい入れて濃くするんじゃなくて、しっかりお出汁を取ってお味噌にするとか、ちょっと減塩を最近はすごく気をつけています。そうすることでやっぱりむくみの度合いが全然違うので、自分がむくんでないと思ってこの体だとしても結構むくんでたりするので、むくみがひどい方、私は特にむくみがひどいんですけれども、むくみがひどい方なんかはちょっとその減塩っていうことを考えてみるのも一つの対策かと思います。はい、以上が3つの足痩せに対する大切なことでした。いかがだったでしょうか？皆さんのご意見がありましたらコメント欄で教えてください。では今日はここで終わりましょう。バイバーイ。